こんにちは、大輔です。前回のですね、入国制限緩和の続きの動画として、世界各国の感染者状況、第2波の発生について理解を深めてまいりましょう。本動画をですね、ご覧いただくことで、渡航におけるリスクの大きさに関してご自身の、理解として持つことができるようになっております。あとはご家族であったりだとか、友人だとかね、あと恋人に説明できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。本日の流れはこちらになります。1、観光産業優先国の感染状況9カ国あります。2、日本政府の渡航緩和検討対象国、こちらの感染状況14カ国あります。3、その他ね、注目国の感染状況ということで3つ国を挙げさせてもらってます。4、渡航緩和の鍵ということで、僕のね予測も最後に加えさせてもらえればと思います。まずですね、本題に入る前に7月に入ってからね、日本も例外なく数がね増えてきてますよね。これはもう第2波と言っていいんじゃないでしょうかね。GoTo キャンペーンの行方などね、皆さんもいろんなご意見があると思うんですよ。でそんな中なんですけども、世界をね見ますと死亡率が低くて、治安もねそんなに悪化することがなく舵取りされているようには、一応ね見える日本ということなので、世界各国の中でどういった位置づけにあるのかっていうのをチェックしていきましょう。それではまずはじめに1、観光産業優先国の感染状況ということで、こちらね見ていきましょう。まずヨーロッパ諸国からいきます。フランス、少しね上向きな感じがしますよね。次スペイン、これもね同様ですね。ちょっと心配っていうところですよね。で次イギリスなんですけども、第1波がね落ち着きつつあるものの、絶対数はまだね多いので、これは要注意なんじゃないですかね。次ギリシャも若干上向きということですよね。で次なんですけど、ドイツもね、落ち着きつつあるものの数が多いと。でイタリア、こちらも同様ですね。数はまだ多いといった印象なんですね。それではですね、ヨーロッパ諸国以外に関しても、観光客受け入れ開始している国の新規感染者数っていうのを見てまいりましょう。モルディブ、こちらですね、少し上向きなので要注意なんじゃないでしょうか。次、ドバイのグラフも、これもね、怪しいですよね。小康状態とは言えないんじゃないでしょうかね。ということで、観光産業をね優先している国々っていうのが必ずしも他の国と比較して安心できる数字かというと、正直ね疑問かもしれないですよね。皆さんはどうお感じになりましたでしょうか。次に2番ですね、日本政府が渡航緩和の検討をする国々ということで、14カ国を見てまいります。まず第1弾として発表された国々ですね。順番に表示していきましょう。ニュージーランド、ベトナム、タイ、それぞれ小康状態と見ていいんじゃないでしょうか。次にね、オーストラリアなんですけども、こちらはちょっとね深刻なグラフですよね。完全に第2波の波形を描いていると見ていいんじゃないでしょうか。次にですね、緩和第2弾ということで、まずはですね中国なんですけども、中国はね6月に報じられた北京を中心とした第2波っていうのがありましたよね。ただこちらは現在は抑え込んだというふうにね報道では確認できておりますので、小康状態、数字上はね小康状態と見えるんではないでしょうか。で次ですね、韓国、これね少しだけ上向きな印象を受けないでもないですよね。ナイトクラブでの集団感染だとか、韓国もね第2波っていうところがかなりね心配されている国なんだと思います。では次ですね、台湾、こちらはね落ち着いていると見ていいんじゃないでしょうか。次シンガポールなんですね。シンガポールもね落ち着いているようには見えるんですけども、これね絶対数が多いので要注意といったところだと思っております。次マレーシア、これね落ち着きつつありますよね。ここからね各国ちょっとね上げていきます。ブルネイ、ミャンマー、カンボジア、ラオス、モンゴル、いずれもですね小康状態と見ていいんじゃないでしょうか。あくまでもね数字の上ではということですね。それではお次のですね3番、その他注目国の感染状況ということなんですけども、
アメリカ。これね、もう完全に第2波、かつ世界トップランナーですよね。もうもちろん悪い意味ですけども、国が大きくて州によってね、舵取りが違ったりするので、中国のようにですね、右へ習えで強制的に抑え込んでいこうと。こういったね、策を取っていくのは難しいことなのかもしれません。まさにトランプ政権が推し進める経済政策か、もしくはね、大規模な医療崩壊に発展してしまうのか、目が離せませんよね。中にはね、ここまで来ると集団免疫戦略として経済政策一本でいくんだと、こういうね、意見もあるみたいなので、まあね、アメリカどうなっていくんでしょうね。はい。そしてですね、次はフィリピンですね。第1波の拡大が今もなおじわじわ続いているようなグラフに見えますよね。しかしながら人々の生活、治安の問題から経済災害せざるを得ないと、こういうね、状況に置かれてるんじゃないかと思います。いずれの国からも目が離せないというところですので、引き続き皆さんと一緒にウォッチをしていきたいと思っております。最後に渡航緩和の鍵として僕のね、予測を含めつつ、世界のね、状況をまとめていきたいなと思います。で、世界はですね、ウイルスを撲滅するという発想ではなくて、完全に共存前提の道で検討がなされていると見ていいんじゃないでしょうか。したがってある一定のウイルス感染が世界中にね、存在するという、こういう前提に基づいて入国時に徹底してフィルターをかけていくということが最もね、重要視されるものと思われます。そちらに関する最新ニュースがありましたので、皆さんに報告をさせていただきます。まずこちらですね。政府は羽田、成田、関西の3つの空港周辺と東京、大阪の中心部合わせて5カ所に PCR 検査を受けられるセンターを整備する方針だということなんですね。で、これのね、1日あたりの検査能力っていうのが出国者に対しては3000人、入国者に対しては6000人ということで、合計するとね、9000人規模を想定されているこの施設なんですね。既存の検疫所の検査体制も、含めてね、全体で1万3000名程度の、規模、このね、検査を1日でこなしていけるようなことになっていくようなんですね。9月にも利用を開始して1年程度の実施をね、これで見込んでいこうということのようなんですよ。でね、この体制が強化されること自体が海外渡航の緩和につながるものなんじゃないかなというふうにね、僕は考えています。報道によるとですね、このセンターの名称っていうのがビジネス渡航者 PCR センターとのことなんですね。僕ね、この名前を聞いてピンときたんですよ。このね、名称っていうのはあくまでも仮称だったんですけども、ビジネス渡航者っていう冠言葉ついてますよね。ということは、今後もしかしたらね、観光客 PCR センターなるものが出現してもおかしくはないんじゃないかなというふうに感じています。ちなみにコロナ発生前のね、入国数っていうのは何人ぐらいだったかって皆さんご存知でしょうか？これね、僕調べてみたんですけど、だいたい8万人ぐらいの方が入国をされてるってことなんですね。だからね、今回の検査能力の入国者を対象とした数ってのは6000名でしたので、これの通常運転時と比較するとね、10分の1以下の検査能力ということなんですよね。だからね、観光客の往来を再開する場合に必要なキャパシティっていうのは以前の水準にね、かっちり戻るってことはありませんのでね、例えば以前の水準を100とした時に、それの3分の1あたりね、だと想定すると約ね3万人分の PCR 検査能力っていうのは最低限ね確保できている必要があるんじゃないかと思いますよね。ですので観光客 PCR センターなるものが出現される場合っていうのはビジネス渡航者 PCR センターのね能力の 4,5 倍程度は見込まれる必要があるんじゃないかと思うわけなんですよ。なかなかね道のりはまだまだ長いといったところなんじゃないでしょうか。ということで7月下旬の最新状況まとめはこちらでね以上になります。今日に関してはねこいつねちょっと出番がありませんでしたよね。前回の動画でのね柴犬との即興、何もない中での一人芝居と比べたらね、まだマシだったんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけどね。このね、一人芝居皆さんに恐る恐るお尋ねしたところ、やめないでくれという意見がね、多かったので、いろいろとね、試行錯誤をしながら、結局ね、行き着いた結果がこの柴犬共演と
いうこういうことだったんですけども、もしよろしければですね、前回動画も見ていただきまして、即興のね方向性として、こいつと一緒でね大丈夫なのかっていうのを、またねご意見もいただけると嬉しいなと思います。それでは以上になります。さよなら。バイバイ。